はじめまして、神さんの感情の解放です。心地のいい感情は、個性と可能性を引き出してくれます。今日は、考えすぎてしまう感情と思考についてお話ししていきます。いつも考えすぎて疲れてしまう、辛くて苦しい、エゴから自由になるための感情の解放の方法もお伝えします。ぜひ最後まで聞いてください。今、地球人はネガティブな感情をコントロールすることを当たり前にして、毎日を生活しています。この動画を見ることで、目には見えないエネルギーの感情、毎日の思考から出てくる常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して、身軽な波動にする方法を紹介します。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。地球人は感情を取捨選択することで人生を変えていくことができます。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今まで考えてきた記憶、考えてきた思考です。この感情を自らが手放していくことで、思考も変化していきます。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや、新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは、個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで、心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要がないことに気づくことができます。もういらないと感じているネガティブな感情の解放で波動が気軽になっていきます。これからの地球の波動に合っていきます。感情の解放をして、笑って、身軽で気楽になる。楽しく毎日を過ごせる応援ができたら心から嬉しいです。では、考えすぎてしまうことについて話していきます。この感情は常に感じてきたネガティブな感情です。なぜ考えすぎてしまうのか、なぜ感情が起きてしまうのか、その感情はどのように解放していくのかをお話ししていきます。なぜか考えすぎて疲れてしまう、心配や不安を感じてしまう人は、特定の人に対して自身の不安や恐れがこの感情の一つです。知らないうちに頭で考えてしまう習慣もあります。今までのやっていること、ほとんどのエゴが原因です。なぜか考えすぎてしまう人の特徴は、ネガティブな感情を体験することが多かったと思います。この感情は人生の中で多く感じてきた恐れと不安から来る感情です。この感情は家族構成やいろんな環境によってそれぞれ違ってきますが、考えすぎてしまうという感情はエゴの意識が強い人が多く、ネガティブな感情を作り出してしまうことがあります。実はこの感情から来る思考は、自分らしく表現すること、個性を出していく行動で十分に変えられる感情です。今日の感情の解放の考えすぎてしまう思考は、ネガティブなエゴから来る感情です。無意識に現実の状況を反映させて作る感情。まずは最初にお伝えします。エゴは人間の一部の自分として捉えてきた存在です。人間はどんな体験をしようとして地球に来たのか覚えていますか？今も忘れていると思いますが、地球で経験をしたい。宇宙から見て地球の3次元の体験って何だろう？やれない経験、できない経験をやってみたいって
地球に来たんです。聞いたことありますよね。3次元の地球でネガティブや未完成の体験をしようとしてきました。今忘れているけど、人間は地球で眠っている意識の経験をすること、つまり3次元の体感をしたいっていうのが人間の願いだったんです。この地球意識の中で良くないものとして使われてきたエゴの本質って、私たちを応援している存在です。自分の中の一部でとにかくパワフルです。エゴは純粋に人間を応援してくれている存在です。自分で自分のことを応援しているんです。個々の人間にはエゴがあります。でも悪いものではなくて、人間を困らせるためにあるんじゃないんです。純粋に人間が3次元にいる体験をするために応援をしてくれている。エゴって人生のブレーキになったりするって思うのは当たり前ですよね。例えば何かしたいなって思った時にはそれを止める自分がいたり、自由に生きようとした時に止める自分がいたり、そういうブレーキになっているのがエゴです。3次元にとどまっていることに小さな意識を使う。そのためにエゴってあるように思います。エゴは地球で体験を全力で応援してくれている。そこをまず覚えておくことで、考えすぎてしまうネガティブな感情のことも理解できると思います。ネガティブと言われている感情が出てくるときには、今まで生きてきて自分が危険を察知して自分を守るために考えてきた記憶のようなものです。今まで考えてきた記憶の脳の引き出しを開けてどんどん思い出させていきます。ネガティブな感情の時には心も視野もとても狭くしていきます。今、成長と学びを経験しにネガティブな感情を体感しています。ネガティブな感情は悪いとかいいとかではありません。感情を作り出して体感しているだけなんです。思い込みや概念が安心できる状況を作り、自分を守るためのその感情を選んでいるんです。今の感情はあなたの 100% です。ネガティブな感情はあなたに対して何かを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴの意識を向かい合いを促しています。ネガティブな言葉から自身が選んで今の感情を作ります。溜め込んできたトラウマや感情のエネルギーを体の中に溜め込むことは体には良くないんです。いろんな病気になります。過度なネガティブの感情はあなたの中から外していくことが行動の星である地球で過ごすには賢明なあなたしかできない改善な方法です。ネガティブな感情は思考や感情に新たな思い込みを作ります。その逆もしかりで、ポジティブな言葉で感情を作ることもできるということです。自分に向けて体感したい状況を作って感情を体験しているんです。体の外に解消していくことは健康にとってもいいわけです。もしかしたらこの感情が地球に来た目的の一つで、この感情を克服したその先に本当のテーマや使命があるかもしれません。自分を守るために出てきた感情、不安や心配です。さらにここに恐れが追加されていきます。今の地球の次元上昇というタイミングが来て、目を覚ますことで本質の自分を思い出して自分の意識に戻っていくっていう時期に入っています。今までのエゴは眠りの体験ができる一番のサポーターということです。今までの人間は3次元の体験をして目覚めたくなかったからです。エゴとはこの地球で目覚めることなく生きられるように協力してくれていた。それがエゴの役割です。
いろんな形で広い意識に高次元の領域に出ていかないようにブレーキ役をやってくれていた。今までのエゴは眠りの応援のシステムなんです。エゴは人間をサポートするためのもの。今、目を覚ます生き方をしていきたいと願えば、本質の自分が本当の生き方を始めていくことでエゴは変わるんです。今までの3次元の地球で生きたかった時のエゴは地球の一番の応援をしてくれたサポーターです。これからも生き方を変えていったら、エゴはその新しい生き方を応援するサポーターになるんです。このネガティブな感情は思考と行動で変えることができます。まずはこの感情を感じている自分を認めて許容することです。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきたときには、まずは今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたもういらない感情のことはあまり重く深く考えずに、軽い感じで理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら感情を解放するどころかネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁとさらっとドライな感じでいいんです。地球上の波動は常に二元性を持っています。ネガティブな波動にはポジティブな波動が同時に発生する、同時に起きる、起こす波動です。ネガティブな波動は他者との波動を変えて起こしています。自分が選択したネガティブな感情を今体感しているということは、選択したネガティブな感情をすぐにポジティブな感情に置き換えられるんです。二元性を持つ反対の波動はあなたが持っているから起きているんです。あなたは幸せになるために地球に生きています。幸せを感じる感情を選択してください。その時点でポジティブな感情を体感することでハッピーな自分もいることになります。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日の解放のワークは瞑想です。いつものように深呼吸をします。まずはリラックスできる状態にしましょう。椅子でも床でもリラックスできる状態です。そして目を閉じていただいて、長く細く息を吐き、大きく空気を吸う深呼吸です。この深呼吸は波動を変えます。そのいらない感情には必ずありがとうのお礼を言います。大きく深呼吸を繰り返しながら、今までお世話になったけどもう必要ないから本当に今までありがとうと感謝します。深呼吸をするときには、吐くときに体の中で風船を膨らましていくイメージです。深呼吸の後には必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞にあなたの思いを伝達してくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。脳の使い方が変われば思考が変わり、初めて習慣も細胞の働きもどんどん変わります。体はいつもあなたの味方なんです。いらない感情が出てきたときには、この順番で感情の解放を続けていきます。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。同じような状況、シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。生まれてから今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけでいいんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていけます。不要なネガティブな感情を手放す前に感謝をするのは
まずは体に愛を届けることが大事だからです。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことはあなたがあなたを守ることになり、体はいつもあなたの味方で地球人生の本当のパートナーです。どんな時でもあなたから出てくる感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで思考が変化して脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環をしています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。思考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。考えすぎてしまう感情とエゴのお話をしてきました。今から人間が目を覚ます生き方、つまり自分を表現する生き方をしたら、自由や調和をベースにした生き方を本当に始めたとしたら、今までのエゴは、あれ？いつもと違うね。今度はこっちの応援したらいいのかしらって応援してくれます。純粋にサポートしてくれる。よく考えてみると、エゴってすごいパワフルなんですね。パワフルな高次元の存在を目覚めさせずに地球で3次元の体験をさせる手伝いをするってすごいパワフルですよね。こんなに波動の高い存在をしっかり体験できるようにサポートの仕事をしてくれているってすごいことです。エゴは人間の一番の応援者です。だからもし今エゴを嫌っているっていうのは本当のパワフルさのエゴの役割を知ることが大切ですよね。エゴと協力していくことで今人間はとてもパワフルさを取り戻しているんです。地球人はもう生き方を変えて自由な意識に戻ろうとしています。エゴは人間を 100% 応援してくれます。そういう純粋さでこれまでの人間は目覚めない生き方を選んできたわけですから、今までが眠りの応援システムになってるんだけど、目覚めの応援するための愛のシステムにエゴが変わっていくためにはどうしたらいいのか。エゴが無条件で人間を応援するってことは、もう生き方を変えればいいんです。エゴは応援の仕方を変えていきます。今までは3次元から出ないために応援してくれたけど、もう目を覚ましていたいって生き方を変えていったら、今度は目覚めていくために協力してくれるようになるんです。簡単に言えば、自分に純粋に正直に生きていくことです。エゴの向こう側に行けばいいだけ。今までのエゴが出てきて、こんなのまずいんじゃないとか、これやったら迷惑かけるでしょとか、人間が純粋に生きようとすれば、エゴは全力で止めてくれます。なぜなら、今、目覚めない生き方を応援する状態になっているからです。その時に、やめようって折り返すと、エゴはこれでいいんだなってなります。自由に出ていこうとした時には、エゴは止めてくれます。やめた方がいい。やめて折り返したらエゴはまた止めていいんだってなるんです。3次元の生き方の応援のシステムのまま、エゴの応援は続いていくんです。でも、もう3次元のエゴとの関わりは終わりにしていいんだ。今の次元の
向こうに出て新しい体験に出ていくって、でもエゴが出てきたらそれでも前に進んでいく。そうするとエゴはあれいつもと違うってなるんです。いつもこの枠にいたいっていう人だから枠の中にいるようにしてたけど、自分の意思でこの枠の外に出ていったってことは、今度は枠の外に出ていくことを応援したらいいんだなって変わっていきます。だからエゴが出てきた時にはエゴの向こう側に出てください。行動や言葉を使って出てあげてください。今のままのブレーキ役のエゴが出てきた時には、今までありがとう。これがあったから地球の体験ができた。でももう向こうに出ていきたいって自分で自分に出ていくところを見せてあげればいいんです。そうするとエゴが応援の仕方を変えなきゃって書き換わってくれる。そうするとだんだん純粋なパワフルなエゴは眠りの応援の仕方から目覚めの応援の仕方に変えてくれる。エゴはパワフルなエネルギーなんです。目覚めるためにエゴって頭を使うとエゴが出るって言うけど、なぜかっていうとエゴは頭っていうわけではなくて、この宇宙のその意識に比べたら頭って小さいんです。頭っていうのは小さいところでいいとか悪いものとかではなくて小さい場所。だから頭にフォーカスを当てれば当てるほど周りに広がっていく宇宙意識にフォーカスを当てなくていいわけです。頭で生きる生き方をすればこの小さいところだけで止まっていられる。だからこれまでエゴは頭を使うように誘導してくれたんです。この高い意識や直感を使わずにこの頭の小さいところで考えてたらずっと目覚めなくても眠っていられたからです。エゴは頭の中の意識を集中させるために誘導してくれていたのは狭い意識で生きていけるからです。でも目を覚ましていきたいのであればエゴの役割を知っていく。今までのエゴに目を覚ます生き方を見せればいい。するとエゴが応援の仕方を変える必要が出てきたんだって書き換えていくんです。エゴを嫌う必要はないんです。本当にパワフルです。もう一つのやり方をお伝えします。エゴという自分が目の前にイメージします。この自分に丁寧に言ってあげてください。今まであなたに眠る生き方をするようにお願いしたんだけど、光の意識に戻ろうと思う。だからあなたと一緒に戻りたい。頭の上に光が現れるイメージをしてください。何回も伝えてあげてください。そうすると眠りのシステムから目覚めの愛のシステムへと変わっていきます。自分の中にある一部でもあるし、愛のシステムで純粋に応援してくれるシステムです。エゴは悪いんじゃなくて、3次元で生きるための手伝いを最高の形でしてくれていた。生き方を変えたら、エゴはそれを純粋にパワフルさを使ってすごい加速させて目を覚ましていくお手伝いをしてくれる。エゴを切り捨てていくんじゃなくて、今までのエゴを解放して笑顔と一緒に目を覚ましていく。そういう相方でサポーターを愛してあげて、感謝の気持ちをエゴに向けてあげるといいと思います。それを言葉で伝えるのも大切です。そうするとエゴは純粋に自分を応援してくれる。生き方を変えたら違う形で応援してくれる。自分の内側にあるエゴという存在に、今度はこちらからこっちに行くから一緒に行こうって誘ってあげてください。常に感情の波動に意識をします。あなたが存在しているだけで個性があることなんです。あなたの望む未来は今ここにあること。ここに生きていることに心から喜んで感謝することで、今まで考えてきた記憶、考える思考はすぐに感じる思考に変化していきます。
私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信しています。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価、とても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。